おはようございます。メリカミタイチです。今日は赤キャベツと赤パプリカを使って自家製のピクルスを紹介したいと思います。またジビエの季節が始まった時にパテ・ド・ジビエ、パテ・ド・カンパーニュなどを仕込みたいと思います。その時にもこの自家製のピクルスあると非常に美味しく食べることができます。もちろんピクルス作ってすぐよりも 2,3 ヶ月置いた方が美味しいので、今から仕込んでパテ・ド・ジビエに備えて仕込みをしておきます。それでは一緒に作っていきましょう。それではまず赤キャベツを用意します。よく洗って一番外の汚い皮を取ってこのまま4分の1カットしてあります。切りやすいサイズに切ってこのまま分厚めのエマンセにしていきます。この時繊維を断ち切るような形でエマンセしていきます。この繊維を断ち切るような形でエマンセするとよりキャベツのうまみが出て美味しい酢漬けができます。すべてエマンセにできたらボウルに移してここで軽く塩します。この時粗塩を軽く全体的になじむようによく混ぜてこのまましばらくマリネしておきます。赤キャベツを塩でマリネしている間にパプリカの方を用意していきます。よく洗ったパプリカ半分に切って種、あと中の白いふわふわの部分をきれいに取り除きます。手を切らないように白い部分を取り除きます。その後エコノム皮むき器を使って皮を剥いていきます。すべて切り終わったら2センチぐらいの幅に切ってこのままバトネに切っていきます。パプリカもキャベツも大きさは好みで変えてもらっても構いません。なるべく一口で入るぐらいのサイズにした方が食べやすいと思います。1時間ほどマリネしたキャベツよく揉んでこのまま絞っていきます。この時手袋があれば手袋をしてください。結構色が爪の間に入ったりして手が汚くなりますので手袋を使ってよく絞っていきます。この時水などで洗わずにこのまま絞っていきます。先ほど切って塩も何もしてないパプリカによく絞った赤キャベツを入れていきます。これだけキャベツから水分が出ています。キャベツとパプリカの割合ですけどもだいたい3対1ぐらいの割合、3がキャベツで1がパプリカの量がいいと思います。今回はここに粒マスタード、乾燥の粒マスタードを入れます。この他にあと胡椒、コリアンダーなどを入れても非常に美味しいです。今回は黄色い粒マスタード、乾燥の黄色い粒マスタードを入れました。それでは最後ここにエストラゴンビネガーを入れます。このエストラゴンビネガーの代わりにシェリービネガー、シードル、赤白ワインビネガーでも構わないです。エストラゴンビネガーは好みのビネガーにエストラゴンを入れて置いておけばできます。あとこれを冷蔵庫に入れて 1,2 ヶ月置いておけば美味しい自家製のピクルスの完成です。ぜひ今のうちに仕込んでジビエの季節に備えてください。またパテを作った時一緒に食べたいと思います。
それではお疲れ様でした。ボナペティ。